甲府はやっぱ能動的がないと、やっぱ受け身の行動では辛いと。そうですね。能動だから楽しくなってくるんだ、しんどいこともっていうね。でもこれ学びますよ、釈尊がまずしたのは能動的な姿勢を求めた。黙ってる、これポイントじゃないかなって僕は見てて思いましたね。さすがだなと思って、あれやれこれやれなんでやってないんだっていうようなリーダーだと能動じゃなくて脳死する。まさにそう、指示待ちになっちゃう。指示待ち人間になっちゃう。この時点で指示待ちから抜け出そうとしてるわけですね、弟子は。そうですね。すごいな。この最初の段階でそれを仕掛けてくる釈尊、すごいですね。ね、今でも学びます。今でも通用する。何と戦うのか、これをはっきりしていくことが成長の早道になる。彼を知り己を知れば百戦危うからず。ちょっと早かったですけども、危うかったんで学んでいきましょう。行きましょう。今回ね、河本。今日から新しい本に入っていきます。はい。漢字本。漢字本。これがあったからこそ、自分らしく信心続けてやれてるなと思うんですよね。これはね、めちゃめちゃ生々しい内容になってくるんですわ。生々しいですか。生々しい内容だからこそ、生々しいことが起きても、やっぱその通りだなって思えたし、ブレずに済んだ。漢字本は本当にでかいですね。信心を続けるっていうのは大変なんですけど、漢字本を経てるか経てないかで全然変わってきますね、これ。やっぱ生々しいところを経てもなくならない、負けない歓喜を掴んでいくっていうのが絶対的幸福だし、ここはやっぱ経た上で歓喜っていうのが説得力であって、ちょっとね、難が起きたから、生々しいことが起きたからなくなっちゃう歓喜だと、生々しさから逃げたくなっちゃうでしょ。なんか、でいざそういう場面になった時に歓喜がなくなっちゃう。それでは信心から得られる歓喜とはいけないというね。生々しいって大事ですよね。だって現実、生々しいじゃん。そうドロドロしたところもあるじゃないですか。でもそれドロドロが来たらなくなっちゃう歓喜じゃダメなんですね。逆にそこを乗り越えないといけないのがリアルですよね。そうめっちゃ大事なとこじゃん。ドロドロ面白いじゃんって、そういう感じの世界ですよ。いいですね。こういう話をね、していくのが座談会だと思うし、本来楽しく学んでいきましょう。そうですね。いきましょう。はい。漢字本第13、弟子が四宿、弟子が三類の豪敵と戦う。池田、私が追求しているのは本物の人間です。本物の人生です。ミケランジェロの晩年の作品に最後の審判という大壁画がある。その絵図の中にミケランジェロ自身もいる。その描き方がすごい。抜け殻です。皮一枚の姿で無残に垂れ下がっている。生皮を剥がされて殉教したという聖者の生皮が彼の自画像になっている。なぜ自分だけそんな風に描いたのか、様々な解釈ができるが、私はそれを見て、これこそ本当に生き切った人間だと思った。他の人物たちの肉体は完璧に描いている。生けるがごとき、その姿は皆ミケランジェロ自身が与えたものです。与えて、彼は自分を全て与えきった。抜け殻になるまで与えきって死んだ菩薩です。自分を与えるという不釈神妙の魂魄を私は感じた。遠藤、実際のミケランジェロは立派な体つき、頑丈な骨太の体格であったと伝記にはあります。それがここでは顔だけになっている。深い意味を感じます。池田、人間そのものです。偉大な凡夫です。そこに偉さがある。次元は違うが、仏法の究極も偉大なる凡夫として生き切ることにある。自分の命を与えきって死んでいく。法のため、人のため、社会のために尽くして尽くし抜いてボロボロになって死んでいく。それが菩薩であり仏である。殉教です。何者も恐れず正義を叫び切ることです。人を救うために命を使い切ることです。この心なくして仏法はない。この殉教の心を法華経は、我は神妙を愛せずただ無常道を惜しむと説いている。それがこれから学ぶ漢字本の魂なのです。学会精神もここにある。この四神愚法の魂を忘れたら本当の創価学会ではありません。斉藤、教学部もその骨髄の精神を学びきってまいります。これまで語っていただいた法灯本で、釈尊は仏の滅後に法華経を説くことがどんなに難しいかを示しました。心して愚教を決意せよと参加の直線。続く大馬本では、悪人成仏、女人成仏という偉大な法華経の力を明かしました。二我の官業。
それを受けて菩薩たちがどんな迫害があろうと法華経を説き切ってまいりますと誓う。これが漢字本です。須田弟子の誓いの本であると言えます。斉藤、その誓いの中で迫害の具体的な様相も示されていますね。須田三類の豪敵です。これまで何度も学んできたところです。池田、馴染みが深いだけに大いに探求したいところです。漢字本は三類の豪敵に焦点を絞って論じていってはどうだろうか。出ました、三類の豪敵、出ましたね。上場マンズでございますね。ですね。詳しくいきましょうということです。ほい。その生態は何か、大事大事大事。何と戦うのか、これをはっきりしていくことが成長の早道になる。敵を知ることですね。敵を知ることですね。はい、大事な観点でございます。孫子でありましたね。ありましたね。何でしたっけ。彼を知り己を知れば百戦危うからず。ちょっと危うかったですけども、危うかったんで学んでいきましょう。いきましょう。今いるここで戦う。遠藤、はい。はじめに漢字本のあらすじを見ておきたいと思います。法東本で釈尊は弟子たちに語りました。私が死んだ後、このシャバ世界で誰か法華経を説く者はいないか。私はもうこの世に長くはいない。法華経のバトンを譲り渡したいのだ。私の死後、法華経を保つのはとても難しいことだ。しかし、それでも保ち続けるならば、すべての仏が賛嘆するだろう。その人自身が仏だ。さあみんな、私が死んだ後に誰がこの法華経を守るのか。今ここで誓いの言葉を聞かせてくれないか。これを受けて漢字本では最初に薬王菩薩と大行説菩薩が仲間と共に誓います。世尊、どうか心配なさらないでください。仏が入滅された後、私たちが必ずこの法華経を保ち説いていきますから、その時人々は前言が少なく慢心が多いためになかなか強化できないでしょう。でも私たちは勇敢に耐え忍び、神妙を惜しまず法華経を語り抜いてまいります。池田、不釈神妙だね。愚教が困難なシャバ世界でこそ戦おうと。遠藤、続いてすでに成仏の保証を得た多くの弟子たちが我も我もと次々に誓いを述べます。池田、ただ彼らの誓いと最初の菩薩たちの誓いには決定的な違いがある。遠藤、はい。菩薩たちは釈尊の教えの通り、このシャバ世界で戦おうと決意します。ところが他の弟子たちは、シャバ世界は人心が乱れていてやりにくい。他の国土で頑張りますと。シャバ世界の主情は欠点だらけで慢心を抱き、徳が薄くて怒りっぽく、心がひねくれ曲がっているからというのです。我々のことでございますね。はい、おう、はい、池田、よくもそれだけ欠点を並べたね。でもその通りだ。遠藤、正門たちは釈尊から受記されることによって菩薩の道に入りました。しかしまだ新米の菩薩だから、このような悪人ばかりがいる悪世の愚教には耐えられないのだと天台は解説しています。池田、他度へ行くとは人間誰もが持っているどこか別の楽なところに行って生きよう、大変なところは避けようという逃避の一年を表していると言えるかもしれない。しかし自分が今いるここで命を燃やし切っていくのが法華経の精神なのです。本無常住です。ここを去って賢に行くにはあらざるなりです。斎藤、釈尊が教えてきたのは悪世のシャバ世界で法華経を広めようということでした。なのに菩薩以外の弟子たちは自分が成仏できることを喜んだが、釈尊の本意には応えなかった。須田、釈尊はがっかりしたでしょうね。池田、その時の思いを日蓮大聖人はこう書かれている。どんなにか仏は腹立たしく思われたことでしょう。そこで仏は脇を向いて80万の句那由他の諸菩薩をつくづくご覧になったのですと。これはこの時に受記された女性たちが他の国土で愚教しますといったことを述べられたものです。須田、はい。釈尊の叔母にあたるマカハジャハダイビクニ、釈尊が出家する前の妻であったヤシュダラビクニの2人とその眷属のビクニたちに受記しています。斎藤、龍女の成仏が明かされても自分も成仏できるのだろうかと2人はまだ心配であったようです。釈尊はその不安を直ちに察知して
あなた方も菩薩の道を行ずれば必ず仏になれますよと告げたのです。不満になった女性の弟子たちが、うん、ちょっと自分たちは他の国土でしますって言ったってことですね。ちょっと頼りない、ちょっとここは敵が強すぎる、うん、あと優しいところでっていう女性がいたっていうことで、うん、現実逃避ですか。だね、創価学会婦人部はもう強いですからね。ゴリゴリです。シャバ世界で戦ってきた、いやゴリゴリです今。この当時の最初の弟子たちはちょっと弱気だったということです。なるほど。言いますよ。はい。池田大聖人が龍女が成仏、これ一人にはあらず一切の女人の成仏を表すと仰せのように、大場だった本の龍女成仏は龍女だけではなく一切の女性の成仏を表している。龍女はその代表であり象徴です。ところが代表の例を聞いて、自分も同じなんだとパッとわかる人もいればピンとこない人もいる。だからこそ具体的な一人一人への励ましが大事なのです。総論と格論の関係と言おうか。大勢を相手にした会合だけでは全員が心の底から納得し決意することは難しい。一人一人への細やかな配慮がどれほど重要か。むしろそれが主です。学会もこの原則を貫いてきたがゆえに今日の発展があるのです。斎藤マカハジャハダイビクニとヤシタラビクニの2人は釈尊にとっては身内です。身内の人への授記が最後に行われたというのも意味があるように思えるのですが、釈尊の実子であるラゴラ、ラーフラ、いとこであるアナン、アーナンダも10代弟子の中ではやはり最後に授記されています。悪人成仏、女人成仏の後に身内への、供給、釈伏があるみたいな感じで、やっぱ身内への釈伏ってのは大変というかね。これは現代でもよく聞く話ですよね。新人の継承で大変でしょ。また奥さんとか旦那さんとかに釈伏するのも大変ですよね。自分の子もやってくれないとかよく聞きますよね。自分自身の全てが見られてるから、だからこそ大変だってのがありますよね。そうですね。身内への釈伏。はい。池田、肉親に対する強化はそれだけ容易ではないということではないだろうか。無論釈尊にとっては一切主情が平等です。血のつながった親族だからといって特別扱いするわけではない。だからかえって難しいとも言えるのです。しかし最後は必ず成仏の道に入るのです。その原理を示していると捉えるべきでしょう。故に両親や夫や奥さんがなかなか入会しない、あるいは子供が信心に立ち上がらないからといって焦る必要はありません。大聖人もこの功徳は父母、祖父母ないし無辺の主情にも及ぼし点。この功徳はあなたの父母、祖父母、さらに無辺の主情にも及んでいくでしょうと仰せです。自分がしっかりしていればすでに道は開かれているのですから安心していい。太陽は一つ昇れば全部照らしていける。自分が一家一族の太陽になればいいのです。斎藤、女人への授記が終わると菩薩たちは釈尊の前に進み合掌します。そしてこう思う。もし仏が我々に法華経を保ち広めようとご命令になったら仏の教え通りにこの法華経を広めよう。ところが仏は黙念としている。仏は黙っておられる。何も命令してくださらない。我々はどうしたらいいんだ。須田、ここで菩薩たちは心に決めるのですね。仏のお心にお答えしよう。自分の本来の願いに生きようと。そしてここに出して誓います。私たちは世尊が入滅された後、悪世の中で十方世界にこの法華経を広めてまいりますと。池田、十方世界への愚教とは、経文では十方の世界に主戦応変してとあるところだね。商法の愚通のためならどこへでも行こうという決心にあふれている。この地球の光線ルフも全世界を何度も何度も駆け巡る行動があって初めて現実に進む。この決心で私は世界交付の道なき道を切り開いてきたつもりです。あとは後に続く諸君がどうその道を広げていくかです。須田、はい、私も何度か海外に行かせていただきましたが、現地で SGI の発展を目の当たりにするたびに世界光線ルフのうねりを実感しました。ここまで気づくのにどれほど大変であったかと心を揺さぶられました。遠藤、弟子たちの誓いの真剣さ、勢いを表すのが有名な四式をなしての経文です。大聖人はこう仰せです。
さししくのしとは師匠が授けるところの妙法、しとは弟子が受けるところの妙法、そしてくとは師と弟子が共に唱える恩情。池田、指定不二の行動です。遠藤、さとは起こすと読みます。四式句を起こすとは末法において南明法蓮華経を起こすのであると。池田、起こすとは能動です。誰かに言われてやるのではない。受け身では四式にならない。だから釈尊は黙って弟子を見つめたのです。師匠は吠えている。あとは弟子が吠えるかどうかです。それを師匠はじっと見つめて待っている。斎藤、ボンポン、サンスクリット本では漢字本の本命は絶えざる努力となっています。これも弟子の誓いを表しています。須田、漢字本はまさに弟子の誓いの章なのですね。いうことでございましてね。でこれからこういうことがあるぞ、その決意は本物なのかっていうことですよね。っていうことがこれから始まっていくわけですよね。そういうことね。まず弟子たちがまず能動的に立つかどうかっていうところの、そういうスタートですね、これ。覚悟を確認しているところですな。そうですね。甲府はやっぱ能動的がないと。ね、あるコメントにもありましたが、やっぱ受け身の行動では辛いと。そうですね。しんどいと。能動だから楽しくなってくるんだ、しんどいこともっていうね。そうね。それをどう作り出すかっていうのはリーダー層の腕の見せ所ってことなんかなとは思うんですけど。でもこれ学べますやん。釈尊がまずまずしたのは能動的な姿勢を出すようになんかこう仕掛けたというかね、能動的な姿勢をまず求めたというか、黙ってると、これポイントじゃないかなって僕は見てて思いましたね。さすがだなと思って、なんで黙ってるんだろうと思ってこう考えさせられるわけで、ね、いわゆるマイクロマネージメントするリーダーはうざいみたいな、あれもこれも一個一個口出しして、あれやれこれやれなんでやってないんだっていうようなリーダーだとやっぱこうはならなかったんじゃないかなっていうのがこの一文で分かるなと思って。能動的にはならないよね。能動的には細かく言われたらそれを自動的にこなすだけになっちゃう。能動じゃなくて脳死するいうこと言った。まさにそう。指示待ちになっちゃう。指示待ち人間になっちゃう。そういうことです。この時点で指示待ちから抜け出そうとしてるわけですね、弟子は。そうですね。すごいな。もうこの最初の段階でそれを仕掛けてくる釈尊のすごいですね。今でも学びます。今でも通用するよ、いきなりやっぱ三類の合的言うとね、ビビって能動的になれないっていうのもあったかもしれないですね。そういうステップも大事だよね。能動的になった上で次の内容に入っていく、これが大事。はい。三類の合的。